ここは田舎なもので、そもそも小児科がありません。小児科の手術は患者の体が小さい分、大人よりもかなり難易度が高いんです。ここはとある田舎の病院。近くで小さなおにぎり屋を営む俺は、よくおにぎりを買いに来てくれる女の子の緊急搬送に付き合っていた。店の目の前で倒れた女の子。今すぐに手術を行わないと命の危険があるらしい。しかし、ここではその手術に対応できる医者がいないらしかった。そんな。もっと大きな病院に転院する手もありますが、それだとおそらくはるかちゃんは持たないでしょう。本当に不甲斐なくて申し訳ないです。医者が悲痛な顔をしながらそうつぶやく。ベッドには苦しそうにしているはるかちゃんが横たわっていた。俺ははるかちゃんを救うために、これからこの場にいる全員が驚くことを口にすることになる。俺は上田隆45歳。ある片田舎で小さなおにぎり屋さんを経営している。この店はかつてはある老人が経営していたおにぎり屋だった。今は俺が買い取ってここを継いでいるが、地域に根付いたお店で老人が経営していた頃からファンが多かった。かくいう俺も小さな頃からこのおにぎり屋のファンだった。おにぎり屋をしていた老人が亡くなってしまい、このお店はもう潰されそうになっていた。どうしてもここを潰したくなかった俺は、お店を買い取ってからも毎日必死に切り盛りをしている。あのご老人の味はまだ出せていないのかもしれないが、だんだんと常連さんも増えている気がする。そんな俺の毎日の中にある変化があった。小学生の女の子のお客さんがよく来るようになったのだ。その子ははるかちゃんという女の子で、いつも少ないお金を握りしめて、おにぎりをくださいと店に入ってくる。はるかちゃん、いつもおにぎりを買いに来てくれてありがとうね。はるかちゃんはお家でのご飯はどうしているの？ある時、だんだんと打ち解け始めたはるかちゃんに声をかけた。出過ぎたことを聞いていることは自覚していたが、毎日のようにおにぎりを買いに来る少女がどうしても気になってしまったのだ。はるかちゃんは少し気まずそうにしながらボソボソと口を開いた。うちにはお母さんしかいないんだ。それでお母さんが仕事で忙しくてなかなか家に帰ってこないの。だからここのおにぎりが私のご飯なの。そう言って悲しそうな笑顔を見せた。お母さんはいつも朝方帰ってくるんだけど、お金がいつもテーブルに置かれてるの。これで食べてって。はるかちゃん。彼女はまだ小学生だ。いくらしっかりしているとはいえ、そんな生活は心細いし、寂しくてたまらないはずだ。現に、はるかちゃんが悲しそうな顔をしているので、切ない気持ちになってくる。でもね、ここのおにぎり大好きだから嬉しいの。おじさん、いつもありがとう。はるかちゃんにそんなことを言われて、俺は思わず目頭が熱くなった。俺みたいなおじさんの作ったおにぎりを美味しいと笑って言ってくれるなんて、こんなに嬉しいことはない。この日から俺ははるかちゃんにこっそりおにぎりをサービスしてあげるようになった。はるかちゃんが持っているお金だとせいぜい1個か2個しか買えない金額だ。そんなものじゃ夕飯の足しにもならないだろう。最初は遠慮していたはるかちゃんもありがたくその行為を受けてくれるようになった。
これがきっかけかどうかはわからないが、寂しそうにしていたはるかちゃんの顔が、だんだん元気になってきているような気がした。俺はそんなはるかちゃんを見て嬉しい気持ちになり、胸が温かくなった。ある日、いつものようにはるかちゃんが店に来た。あ、はるかちゃん。おじさん。店の前まで走ってきたはるかちゃんが嬉しそうにお金を渡してきた。今日もありがとうね。ここのおにぎりおいしいんだもん。嬉しいな。今日は何の味にする？俺は厨房へ入り、はるかちゃんが大好きな鮭を準備した。いろんなおにぎりを食べさせてきたが、はるかちゃんは鮭のおにぎりが一番好きなのだ。はるかちゃん、今日も鮭だろ？俺が厨房から大きな声を出して伺うけれど、表からは一切返事がない。はるかちゃん、確かに来ていたはずなのに、どこかに行ったのか？そう思いながら表を覗くと、その場に横たわっているはるかちゃんの姿があった。はるかちゃん？一瞬時が止まったように動けなくなった。何が起きたのかわからず、俺は呆然としてその場に立ち尽くす。すぐに我に返り、駆け寄ってはるかちゃんの脈や心音を確認した。はるかちゃんの状態は思ったよりも良くないようで、俺はすぐに救急車と小学校へ連絡を入れた。学校に連絡すると、担任だという教師に変わった。私、担任の林と申します。おにぎり屋の方ですよね。はい。ご存知なんですね。ここら辺で、そちらのおにぎり屋を知らない人はいません。はるかちゃんはいつもあなたの話をしていました。おにぎり屋のおじさんがいつも親切にしてくれるんだって。おじさんのおかげで寂しくないと彼女は笑っていました。そうですか。ここまではるかちゃんのことを思ってくださっている方なので伝えておきますが、はるかちゃんは持病があります。おそらく倒れたのもそれが関係あるのだと思います。担任の話を聞いて、はるかちゃんの深刻な症状に納得がいった。あんなに気丈に振る舞っていたのに、体に疾患を抱えていただなんて。俺は担任にお礼を言いながら電話を切った。その後、到着した救急車に保護者として同乗した。彼女の母親は仕事場から直接向かうと学校側から連絡があった。病院へ到着し、苦しそうなはるかちゃんに医者が聴診器を当てながら深刻そうな顔をしている。検査を受けて、はるかちゃんの血圧が異常な数値だったことが分かった。今すぐに手術をしなければ危険な状態らしい。それでは、すぐに手術をお願いします。費用はいくらかかっても構いません。俺が負担します。それは難しいかもしれません。どういうことですか？医者は表情を曇らせながら俺をじっと見据えた。言いにくそうに口を開く。ここは田舎なので、そもそも小児科がありません。小児科の手術は患者の体が小さい分、大人よりも難易度が高いんです。そんな。もっと大きな病院に転院する手もありますが、それだとおそらくはるかちゃんは持たないでしょう。本当に不甲斐なくて申し訳ないです。医者が悲痛な顔をしながらそうつぶやいた。すると髪を乱しながら30代くらいの女性が病室へと走ってきた。すみません。はるかは大丈夫ですか？はるかちゃんのお母様ですか？そうです。はるかは
初めて見たはるかちゃんの母親は相当疲れているようだった。必死に医者にすがっている様子を見ると、本当にはるかちゃんのことを大切に思っているのが伝わる。医者は先ほど俺に説明したことを母親にも話した。それを聞いて母親は顔を青くしていた。そんな、手術ができないなんて、はるかはどうなるんですか？母親は涙を流しながら医者に訴えている。どうしようもない医者も、それに何も答えられないでいた。緊迫した空気の中、俺は意を決して口を開いた。俺に手術をさせてくれませんか？その場にいた全員が驚愕した顔で俺のことを見ている。そんなことできるわけがないでしょう。この手術は遊びではないんです。長年医者をやっていても難しいことなんですよ。実は俺は医師免許を持っているれっきとした医者なんです。俺がそう言うと、医者は驚いた顔をして、と大きな声を出した。小児診療も行っていましたし、小児外科の経験もあります。それなら、やはり私には判断ができかねます。とても重要なことですし。医者が悩んでいると、そこではるかちゃんの母親が口を開いた。もしも、はるかが助かる可能性があるのなら、手術をお願いできないでしょうか。あの子は私のすべてなんです。医療費はどんなことをしてでも必ずお支払いしますので、どうかお願いします。どうか。涙を流しながら訴える母親を一別し、医者は俺の方を向き直った。院長に掛け合ってみましょう。私と一緒に来てくださいますか？ありがとうございます。医者に連れられて、俺は院長室へと足を運んだ。院長室へ入ると、院長が座ってこちらをじっと見つめていた。君は？院長、先ほど運ばれてきた少女ですが、今すぐに手術が必要です。しかし、今この病院には彼女を手術するだけの技術を持つ者がいません。そうか。小児外科は難易度が高く、ベテランの医師でさえうまくいくとは限らない。確かに、ここは人員が少ない上に、その手術に執刀できる医者がいないだろう。院長は厳しい顔をした後に、また俺を見つめた。それで、彼は一体何なんだ？彼は小児外科の経験のある医師だそうです。この病院のものではありませんが、今彼女を助けられるのは彼しかいないと思います。彼の執刀を許可してもらおうと、院長のもとへ伺いました。俺は頭を下げながら一生懸命に訴えた。俺は以前、中央病院に勤めていた上田隆と申します。今は医師を退いていますが、彼女を助けられる可能性があるならば、ぜひ執刀したいと思っています。中央病院の上田？俺の名前を聞き、院長は何やら考え込んでいる様子だった。そして少し考え込んだ後に、すっと顔を上げた。君のことは知っているよ。ご存知だったんですか？ああ、もちろんだ。先生、彼なら大丈夫。責任なら私が取るから、執刀してもらってください。すぐに手術の準備をするように。院長は医師への指示を出し、俺に頭を下げた。患者さんをよろしくお願いします。俺も院長へ深々と頭を下げて、医者へついていった。指示された手術室へ入り、全身麻酔により横たわっているはるかちゃんの顔を見た。
毎日、はるかちゃんの笑顔を見ていた俺は、変わり果てた姿を見て、目頭が熱くなった。しかし、このようなことで感情を乱しては、無事に手術を終えることなどできない。俺は心の中で自分を叱責し、努めて冷静に手術をしようと深呼吸をした。上田さん、大丈夫ですか？深呼吸をしている俺を見て、不安そうな顔をした先ほどの医師が声をかけてきた。彼は今回の手術で俺のアシスタントをしてくれることになったのだ。すみません。はるかちゃんの姿を見たら動揺してしまって。でも、もう大丈夫です。始めましょう。俺は息を止めてメスを手に取った。はるかちゃんの肌に歯を入れて、集中しながら指先を動かしていく。回復して分かったことだが、はるかちゃんの持病はかなり深刻なものだった。もしも、この先手術を行わない状態で新たな発作が起こっていたら、それこそ命の危険があっただろう。それを思うと冷や汗が止まらなかった。かなりの時間をかけて、はるかちゃんの体内にある腫瘍を取り除いた。そばで見ていたアシスタントをしてくれている医者がつぶやく。すごい。さすがですね。まだ油断はできません。上田さん、大丈夫ですか？もう優に3時間は超えていますよ。医者が時計を一別した。俺もアシスタントをしている医者や看護師もそろそろ疲労が限界を迎えていた。除去した腫瘍の部分を急いで閉じようとすると、いきなりはるかちゃんの血圧が下がった。上田さん、患者さんの血圧が。落ち着いて、彼女の様子をしっかり観察するんだ。俺は今までの経験があったので、それが麻酔薬による副作用だということが分かった。この場合は血圧を上げる薬を使うしかない。この薬を投与してください。きっと様子を見ていれば血圧は上がります。むしろ回復したままの状態が良くない。早く閉じてしまいましょう。麻酔科医に指示を出し、はるかちゃんの様子を伺った。はるかちゃんの血圧はみるみるうちに安定していった。俺も残っている気力を最大限に使い、集中して縫合を素早く終わらせた。手術は何とか成功し、手術室にいたメンバーはほっと息を吐いた。手術直後、はるかちゃんのお母さんが俺に駆け寄ってきた。先生、手術は？お母さん、安心してください。無事に終わりましたよ。はるかちゃんもよく頑張りました。上田さんは本当に素晴らしい手術をなさいました。明日になれば、はるかちゃんも目が覚めると思います。そばにいた医者が笑顔で声をかけてくれた。上田さん、とてもいい経験をさせてくださってありがとうございました。冷静な対処も素晴らしかったです。そう言って彼は去っていった。はるかちゃんのお母さんは改めて頭を下げてきた。本当にありがとうございました。私は上田さんのことをよくはるかから伺っていました。おにぎり屋さんの方ですよね。手術前は動揺していてお礼も言わずにごめんなさい。そんなことないです。お母さん、顔を上げてください。はるかから聞いているかもしれませんが、私はシングルマザーなんです。はるかとの生活のためにダブルワークをしながら家計を支えています。お恥ずかしい話ですが、娘のことをしっかり見てあげられていなかったんです。お母さんは涙を流しながら顔を上げた。はるかちゃんに寂しい思いをさせているのは分かっているのに、生活のためには仕方ないことなのだ。
そんなお母さんの気持ちが痛いほどに分かって、俺もなんだか切ない気持ちになった。上田さんはとても難しい手術を成功させてくださったと聞いています。本当にありがとうございました。こんなことを聞くのもなんですが、そんなに素晴らしい腕をお持ちなのに、なぜおにぎり屋さんをされているんですか？不思議そうな顔をしながら聞いてきたお母さんに、俺は意を決して口を開いた。実は、俺はかつて外科医をしていて、その技術の高さから天才外科医と呼ばれていたのだ。俺は幼い頃、はるかちゃんと同じ鍵っ子で、家に帰ると母親がいないことの方が多かった。その頃は、このおにぎり屋は老人が経営していて、俺はよくそこにおやつのおにぎりを買いに行っていたのだ。その老人は田中さんというおじいちゃんで、田中さんが店長をしていた。田中さんは母親が忙しく鍵っ子の俺を不憫に思い、遊びに行くたびによくしてくれた。たかしくん、今日は昆布にするか？今日は梅にしようかな。でも、おじいちゃんが言うように、昆布もいいね。迷うな。それじゃあ、どっちも作ってあげよう。みんなには内緒だよ。そう言いながら、いたずらな笑顔をして、俺にサービスのおにぎりを作ってくれた田中さん。いつも俺のことを気にかけてくれていて、気づけば自分の親よりも田中さんに何でも相談していたように思う。田中さん、俺、医者になりたいんだ。かなり打ち解けた頃、俺は田中さんに将来の夢を語った。田中さんは驚きながらも嬉しそうにその話を聞いてくれた。いいじゃないか。たかしくんは誠実で真面目だ。きっといい医者になるよ。俺、母さんしかいないだろう。昔、父さんが死んだんだ。その時、一生懸命助けようとしてくれたのがお医者さんだったんだ。父さんは助からなかったけど、その時に懸命に治療をしてくれたお医者さんがすごくかっこよかった。田中さんは静かにそれを聞きながら、俺の頭にポンと手を置いた。たかしくんなら絶対なれるよ。もし俺が病気になったら助けてくれよ。うん、もちろん。俺も田中さんも笑いながらそう言った。その日からたびたび俺は田中さんに自身の夢を語るようになったのだ。俺はなんとか努力を重ね、ついに医者になることができた。俺が医者になってしばらくした頃、勤めている病院にたまたま田中さんが搬送されてきたことがあった。俺は幼い頃の記憶が蘇り、瀕死状態の田中さんを目の前にして、絶対助けると誓った。今まで得た知識と技術を惜しむことなく、田中さんに注ぎ、彼の目が再び開くことを願った。俺は寝る間も惜しんで、一生懸命に彼の回復に力を費やしたのだ。しかし、再度田中さんの元気な姿を見られることはなく、虚しく、その命は散っていった。今思えば、田中さんの状態はもう手遅れで、どんな手を尽くしても助からなかったのも仕方ないと思う。それでも、当時天才外科医なんて言われて、もてはやされていたくせに、大事な人の命を救えなかった自分の不甲斐なさと、その罪悪感に苛まれた。俺は田中さんを救えなかったことから、彼の意志を引き継ぐべきなのは自分自身だという責任を感じた。この件があって、俺はすっぱりと医者を辞め、追悼と償いを込めて、田中さんのおにぎり屋を買い取ったのだった。数日後、はるかちゃんのもとへお見舞いに行った。あ
おじいさん。はるかちゃん、よかった。元気になったんだね。倒れた時の顔色が嘘のように、すっかり元気になったはるかちゃんが笑顔で迎えてくれた。おじさんが私のこと助けてくれたんでしょ？病院の先生とかお母さんが教えてくれたの。本当にありがとう。俺はその笑顔を向けられただけで胸がいっぱいになった。おじさんはもうお医者さんはしないの？はるかちゃんの意外な言葉に俺は言葉を詰まらせた。私の手術すごく難しかったんでしょ？でもおじさんが治してくれたって聞いたよ。私以外にもおじさんに助けてほしいって思っている人はたくさんいるんじゃないかな。はるかちゃん。おにぎり屋のおじいさんのことも聞いたけど、きっとおじいさんも人のことを助けてほしいって思っていると思うよ。屈託のない笑顔でそう言われて、俺は頭をガンと殴られたような気分になった。差し出がましいようですが、私もそう思います。病室にいたはるかちゃんのお母さんが声をかけてきた。当時のことは本当にショックだったと思います。もちろん上田さんの心情も理解しています。上田さんは自分の大切な人が救えなかったと嘆いていらっしゃいますが、あなたに大事な人を救われた人もたくさんいたのではないでしょうか。はるかちゃんとお母さんの言葉を聞いて、俺は大切なことに気づかされた。もう人を助ける資格はないと思っていたが、俺にはまだできることがあるのではないか。俺の廃れた医者としての心を親子の言葉が少しだけ救ってくれたような気がした。その後、俺ははるかちゃんが搬送された病院の院長からの推薦もあって医者に復帰した。やはり上田先生だったんだね。いきなり医学界から姿を消したから不思議に思っていたんだ。まさかこんな片田舎でおにぎり屋をやっていたとは。院長、手術を許可してくださったこと本当に感謝しています。上田さん、いや、上田先生、あなたがおにぎり屋をしているのはもったいないよ。決しておにぎり屋を軽視しているわけではない。でも、君によって救える命はたくさんあると思うんだ。そんな院長の心からの励ましもあり、俺は医学界に戻る決心をした。今まで小児科の専門医がいなかったことから、小児科が対応できる俺は周囲の住民からとてもありがたがられた。おにぎり屋の時に比べたらかなり忙しくしているが、それでも充実した日々を送っている。おにぎり屋はというと、お店のファンも多かったので、はるかちゃんのお母さんを雇い続けることにした。ダブルワークをしていたお母さんは時間の余裕ができた上に、はるかちゃんの様子を見ながら仕事ができるので、とても感謝してくれている。はるかちゃんはそんなお母さんを手伝うようになり、店先に立っていることもある。俺も医師の仕事が休みの日はオーナーとして店に立つこともある。一度は挫折した医師の道だが、はるかちゃんとの縁により、また立ち直るきっかけを得ることができた。俺は超人ではないので、すべての人を救うことはできないだろう。しかし、俺が誰かを救うことによって、それは誰かの大事な人の命も守っているということになる。俺はこれからも自分の進む道を見失うことなく、誰かの大切な人を救うために奮闘していきたい。ご視聴ありがとうございました。
下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。